今日は民族音楽と EDM、両者の融合したスタイルを解説するよ。民族音楽と EDM 系を混ぜた音楽は世界各地にたくさん存在する。古い民族音楽に EDM 系の音を混ぜると古さが消えて現代的な曲になるし、逆に EDM 系の曲に民族音楽の音を使えば親しみや異国感を与えることができるね。スノでも民族楽器系と EDM 系のスタイルを混ぜれば同じことができる。だからどんな雰囲気の曲になるかは分かっている人も多いんじゃないかな。今日は民族音楽プラス EDM の中で音楽ジャンルとして知名度が高く、スノでも効果のあるスタイルをいくつか解説していくことにするよ。アフロスウィングはアフリカとジャマイカの民族音楽とトラップを融合した音楽。基本的にはトラップ風の曲になるよ。そこにアフリカの民族打楽器が入る。そしてリズムはジャマイカ由来のレゲトン系のラテンのリズムが使われる。言葉で説明すると難しくなるね。実際に聞いてみた方が分かりやすいかな。ちなみにジャンル名のスウィングはラテンのリズムをそう呼んだだけで、ジャズ由来のスウィングとは無関係だよ。誤解しないよう注意が必要かな。アマピアノはアフリカ系の民族打楽器とハウスが融合した音楽。アフリカプラスハウスは前に解説したトライバルハウスやゴムなどもある。でもアマピアノはスローテンポと綺麗なピアノが入るのが特徴だね。かなり落ち着いた雰囲気の曲になる。アフリカ系の曲の中では珍しいかな。アジアンアンダーグラウンドはアジア系の楽器を使った EDM の総称。スノだと少し不思議な効果をしていて、ミュウの有無で効果が結構変わるよ。アジアンアンダーグラウンドだと東アジア、中国、日本系の雰囲気になりやすい。ニューアジアンアンダーグラウンドだと南アジア、インド系の雰囲気になりやすいよ。アジアンアンダーグラウンドはもともとは西洋諸国の南アジア系移民の曲なので、本来はニューなしが南アジア系になるべきじゃないかと思うんだけどね。ともかく差が結構大きいから、今回は両方とも実例を紹介するよ。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。風の声に耳を澄ます。答えはどこかで待ってる。目に映る景色は無限。それぞれの道が交わる。ワールドワイド、どこでも行ける。心の中で旅が始まる。海を越えワールドワイド、どこでも行ける。心の中で旅が始まる。海を越えて空を飛ぶ一つの声。ワールドワイド、どこでも行ける。心の中で旅が始まる。海を越えて空を飛ぶ一つの声が
民族音楽プラス EDM のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。今紹介した3種類のスタイルは EDM の影響がそこまで強くないから目立つシンセの音は入りにくい。 EDM 以外の曲を作るのにも使えるよ。ということで動画の後半ではシンセ音が目立つスタイルを解説するね。ソビエトウェーブはソビエト連邦をテーマにしたシンセポップ系の音楽。この音楽はソビエトが崩壊した後に旧ソ連諸国で生まれた音楽だよ。ソ連時代を懐かしむようなノスタルジックな雰囲気とソ連時代に最先端であった科学技術、特に宇宙開発がテーマにされやすい。この2つの要素が混じって曲調はレトロフューチャー的な雰囲気になるよ。スノだとレトロなシンセ音を曲に入れる効果がかなり強いね。ターボフォークはバルカン半島の民族音楽と EDM を融合させた音楽。名前の通りスピードの速さが特徴。テンポも速いしメロディーも速いよ。テクノやディスコの影響もあるけどそれよりバルカンのメロディーの主張が強い。バルカン半島のメロディーは昔の動画でバルカンブラスバンドを紹介したけどかなり昔だから知らない人も多いかな。どんなメロディーかは後の実例で聞いてね。マフラガナートはエジプトの民族音楽と EDM を融合させた音楽。トランスやヒップホップの影響がある。でも目立つのはエジプトのメロディーだね。エジプトのメロディーはピラミッドの BGM という説明が分かりやすいかな。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。民族音楽プラス EDM のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。後半の3種類は個性が強くて何と混ぜても激しく主張してくるよ。だからうまく使うのは難しいね。個性の強さは魅力でもあるけど遠い国の民族音楽はまあ基本的には抵抗感を覚えることの多い音楽だと思う。ただ少なくともその地域では好まれている音楽ではあるからね。試しに曲を生成して聴いてみたら好きになることもあるかもしれないよ。それじゃまたね。